森に分け入った若者が道に迷った。歩き疲れ、すっかり希望を失い、ここで死ぬのだと若者は覚悟した。そこへ美しい女が現れ、森を抜ける道を若者に示した。すぐに若者は恋に落ちた。けれど女の反応は冷たかった。私は森の女、一緒にはなれません。それでも若者は諦められない。一緒になれぬならここで僕は死ぬ。森の女は若者に一粒の豆を与えた。あなたの寝室の窓の下の地面に埋めなさい。森の女は姿を消してしまった。若者は森を抜け家に帰ると、早速庭に豆を埋めた。その夜、若者は森の女の夢を見た。会えて嬉しいよ。ええ、私もよ。翌朝、若者が寝室から庭を見下ろすと、つる草がもう窓辺まで伸びていた。若者は喜んだ。その夜も若者は森の女の夢を見た。いつまでも君と一緒にいたい。ええ、私もよ。翌朝、つる草は窓から寝室の中に侵入し、ベッドの足にまで絡みついていった。若者は不安になった。その夜、若者は再び森の女の夢を見た。もう君を離したくない。ええ、私もよ。翌朝、若者が目を覚ますと、つる草が体中に巻きついていた。若者は驚いた。全く身動きできないのだった。救いを求めて若者は大声で叫んだ。だがその声は誰の耳にも届かなかった。若者には家族がなく、近所には人家もないのだった。その夜、またもや若者は森の女の夢を見た。あ、もう死んでもいい。ええ、私もよ。翌朝、若者は目を覚まさなかった。つる草には一輪の小さな花が咲き、朝露に濡れ、とてもきれいだった。もう若者が目を覚ますことはなかった。つる草の花はやがて枯れ落ち、しばらくするとそこに豆の鞘ができた。その鞘はみるみる大きくなるのだった。ある朝、若者の寝室から産声が上がった。あの豆の鞘が大きくなって割れ、赤ん坊が生まれたのだ。鞘の割れ目から覗く赤ん坊の顔は、あの若者の顔にどことなく似ていた。赤ん坊は大きな声で泣き続けた。その泣き声は信じられぬほど力強く、遥か遠くのあの森の奥まで届くようであった。